皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。日本の地上波放送ではウクライナ情勢に関する細かなニュースについてはもうほとんど取り上げてくれないので、このチャンネルでの情報でぜひともアップデートをしていってください。今回取り上げる主な話題はこちらです。スウェーデンの軍事支援過去最大、そして注目すべきはウクライナ空軍強化の内容が入っていることです。早期警戒管制機の供与を発表しました。2、供与兵器のロシア本国領への使用について、フランスも使用 OK と発表。一方でアメリカ、ドイツのこれまでの見解とそして変化について解説していきます。スウェーデン、過去最大のウクライナ軍事支援を発表。早期警戒管制機や兵員輸送車等。スウェーデン政府はウクライナに対する総額約2000億円の新たな軍事支援パッケージの供与を発表した。ヨンソン国防相は、スウェーデンはウクライナの防空を強化するために新たな軍事能力を供与する。第16パッケージはスウェーデン最大の軍事支援パッケージであると発表した。左が今回の軍事支援の目玉である ASC-890 早期警戒管制機の姿です。ASC-890 はウクライナに空中、海上、両方の目標に対する新しい能力を提供する。ウクライナの長距離、標的識別能力が強化される。同機は F16 導入とともに戦力増強の役割を果たす。アムラーム空対空ミサイルも供与されると伝えた。記事の補足をしておきます。ASC-890 早期警戒管制機の性能。高度6100メートルで最大300キロから400キロの範囲で船舶、飛行機、ミサイルを追跡可能となります。アムラームミサイルについては前回の F16 戦闘機の解説で詳しく話しましたが、射程最大100キロ、アクティブ誘導方式の空対空ミサイルです。戦闘機で目標を捕捉し、ミサイルを発射後は、ミサイル自身のレーダーでロックオンを維持するので、発射した機体はすぐに離脱可能となります。従来のウクライナ軍は、こうした高性能の空対空ミサイルを装備していなかったため、ロシア空軍と空中戦を行うのは基本的には避けていました。記事に戻ります。さらにヨンソン国防相は、スウェーデンは新たな旅団の再建のために、ウクライナに保有するすべての兵員輸送車 PVV300 にも供与すると発表した。スウェーデンはまた、砲弾と以前に供与されたもののメンテナンス用資材も供与する。スウェーデンは軍から余剰戦車車両、以前に寄贈されたスウェーデン製兵器の整備、防空連合の財政支援、そしてウクライナへの迅速かつ大規模な物資調達を可能にする基金なども提供すると伝えた。スウェーデン国防研究所がウクライナの独自研究機関の設立を支援するとも伝えた。さらに支援の枠組みで衛星通信の契約端末の供与を通じてウクライナの指揮統制能力が強化されると発表した。同日ウクライナ国防省は X のアカウントにて今回のスウェーデンの支援につき謝意を投稿している。さてこちらが今回スウェーデンが発表した軍事支援パッケージの一覧です。目玉となるのは早期警戒管制機なわけですが、それ以外にも装甲兵員輸送車の供与するその量がかなり多いものとなっています。スウェーデン軍が保有する全車両650両が引き渡される予定です。そして数自体はそれほど多くないと思われますが、スウェーデン軍から余剰となった戦車、おそらくは退役補完戦車について供与するのでしょう。スウェーデン軍はウクライナに次々と兵器を渡す一方において装備の刷新も進めるのでしょう。こちらが引き渡される装甲兵員輸送車。前線では日々激しい砲撃戦とお互いドローンを放って車両を攻撃していますから、前線で人や物を移動させることは常に危険がつきまとうものです。ロシア軍の方は生産能力以上に車両が破壊されているため、前線での移動にゴルフカートやバイクなども多用されるようになっていて、それに比べるとこうしたしっかりと走行のあるものを供与されるのはウクライナにとってはありがたいことでしょう。今回スウェーデンがウクライナに供与する早期警戒管制機は F16 戦闘機の総合的な能力を非常に高めることができます。というのも現在の戦場においてはロシア軍にしてもウクライナ軍にしてもどちらにしても同じなのですが、地対空ミサイルの脅威が非常に高いことから戦闘機は高度を上げて飛ぶのは非常に危険で、ほとんどの場合前線に近づくときは低空飛行が標準的な行動となっています。相手方のミサイルが届かないなというところまでは高い距
距離で飛べるので、そこからの滑空爆弾攻撃というのをロシア軍は行っているのです。そして、ウクライナ軍に F-16 戦闘機が引き渡されることによって、この F-16 戦闘機もやはりロシア軍の地対空ミサイルの脅威がありますから、高度はある程度低く抑えなければなりません。しかし、高度の高いのと低いのでは当然のように見通し距離は違うわけで、低ければ低いほど遠くを見通せるわけではありません。遠くが見通せない以上、その分だけ索敵能力は下がるわけです。しかし、早期警戒管制機があれば、そうした低空飛行する戦闘機に対してより遠くの情報を伝えることができますから、ロシア軍の戦闘機が上がってきたぞというのを知らせることによって対応もより早くなりますし、ウクライナ空軍機の生存性も高まるというわけです。もちろん、早期警戒管制機がロシア空軍機の動きを察知した後で味方空軍の戦闘機が緊急発進して撃墜を目指すといった行動にもつながるわけです。その他にもロシア軍の船舶の動きやミサイルの探知についても早期警戒管制機は役立つわけで、攻めにも守りにも効くというのが早期警戒管制機だというわけです。ちなみに今回スウェーデンがなぜ早期警戒管制機を供与するに至ったかについては、他の国からスウェーデンに対して少し注文がついたからだと言われています。どのような注文かといえば、スウェーデンは自国製の戦闘機グリペンがあり、このグリペンをウクライナに供与するかもという話がありました。しかし現在のところこのグリペン供与の話は一旦凍結となっています。それは現在ウクライナへ引き渡しが進もうとしている F-16 戦闘機と混在するような形であれば、どうしても維持管理や運用方法などで混乱が生じやすいといった問題から、なるべくだったら F-16 戦闘機の供与の一本化ということで話を進めた方がいいのではないか。そうした話がスウェーデンに入ったというのです。スウェーデンの戦闘機グリペンは完全にロシアとの戦闘を考えた小型の戦闘機ですから、対ロシア戦闘を考えた場合においては良い機体ではありますが、従来もともと持っていたソ連系の戦闘機プラスアルファとして F-16、さらにそこにグリペンが入ってくると、整備士も整備部品も運用方法もそれぞれ別々のものですから、ちょっと負担が重くなるだろうというのもわかる話です。そこでスウェーデンとしては戦闘機グリペンではなく早期警戒管制機を出してきたというのであれば、それは全体的な総合力を上げるという意味でこれは良い決断だと思います。ただしこれだけ価値の高いものなので、ロシア軍もこの機体を何としてでも撃ち落とそうとするでしょう。ロシア軍の方にも長射程の空対空ミサイルがありますから、ウクライナ軍もこの貴重な機体を慎重に運用していく必要があります。続いて、ウクライナに供与する兵器の運用方法について、マクロンフランス大統領、ウクライナに供与兵器でのロシア領土攻撃を容認。フランスのマクロン大統領は、ロシアからウクライナへの攻撃が激しくなる中、ウクライナが欧米から供与されている兵器をロシア領内の軍事拠点への攻撃に使うことを認めるべきだとの考えを示した。訪問先のドイツでのショルツ首相との共同記者会見で、ウクライナにミサイルを発射している軍事拠点を破壊することを認めるべきだと述べた。一方、他の標的、特に民間施設への攻撃は許すべきではないとも語った。こちらの写真がショルツ首相と共にこの話をしているマクロン大統領の姿です。ウクライナ北東部ハルキウ州でロシア軍のミサイルなどによる激しい攻撃が続く中、NATO のステルテンベルグ事務総長も同盟国は制限解除を検討すべき時が来たと述べ、ロシア領内への攻撃に供与兵器を使うことを容認するかどうかの議論を進めるべきだとの考えを示していた。一方ドイツはロシアと NATO 加盟国との緊張関係が高まることへの懸念から、これまでロシア領内への攻撃には慎重な姿勢を示してきた。ショルツ首相は国際法の下でウクライナはあらゆる機会を持っていると指摘。自国を守ることが許されないとか、そのための適切な方法を取ることが許されないとかいうのはおかしいと述べたものの、ロシア領内の軍事施設への攻撃を認めるかどうかは明言しなかった。両首脳はウクライナを引き続き支援することやヨーロッパの防衛産業の強化で連携を深めていくことなどで合意した。供与した兵器を民間人攻撃に使うなというのは、それはもちろん正論なのですが、軍事目標に対する攻撃にも使うなというのであれば、これは縛りとしては非常に厳しいもので、
今回マクロン大統領が言ったように攻撃拠点などをはじめとした軍事施設に対しては使うのを許すべきでしょう。しかし、ショルツ首相のようにロシア本国領に対する攻撃では反発が強すぎるのではないかと懸念する声もあります。ちなみにマクロン大統領の今回の発言というのは別に新しいものではなく、むしろこれまではイギリスやスウェーデン、そしてポーランドなどが供与兵器の使用に関してはやるべきだという話をしていて、今更という面はあります。ただ、横にドイツのショルツ首相がいるところでこの話を推しているというのがポイントで、ドイツに対して決断を促しているというようにも見えるわけです。ちなみに供与兵器の使用に関しては、アメリカに関しても変化が起ころうとしていると言われています。これまでアメリカも様々な兵器を渡してきたわけですが、常に支援は段階を追って一つ一つ階段を上がるようにして行われてきており、供与兵器のロシア本国領への使用に関しても、やはり規制をかけていると言われています。最近ではウクライナ軍に引き渡したパトリオットミサイルを使って、ロシア本国領空を飛んでいた戦闘機を撃墜した際には、パトリオットミサイルは防空用兵器として渡しているのであり、ロシア本国領の戦闘機を撃墜するのは、以後は控えるようにと忠告されたという話なども出ています。しかもその際の注文の付け方としては、同じような作戦行動としてロシア本国領の攻撃に使用した場合においては、パトリオットミサイルの弾薬補給を以後は控えるかもしれないとほのめかされたというのです。しかし、つい最近のアメリカにおける報道においては、こうした供与兵器の使用制限についても、バイデン大統領が見直しを示唆しており、検討といったものが続く中で、ようやく少し縛りが解き放たれようとしています。特に今では、アメリカがATACMSミサイルの供与を始めたことによって、この兵器をいかに活用するかが重要となっています。東部戦線の戦いも激しいわけですが、一方において、北部のハルキウ州における越境攻撃に対してもATACMSミサイルはもっと活用すべきです。しかし、ロシア本国領から上がってくる戦闘機や、もしくは越境攻撃してくる部隊の出発地である基地は、射程圏内にもかかわらず、今のところATACMSミサイルは撃ち込まれていません。バイデン政権が早くこれに使用許可を与えて、ロシア本国領の軍事施設に対するATACMSミサイルの使用を進めるべきでしょう。というのも、欧米から供与された精密誘導兵器は GPS 誘導といったものが行われるのですが、その妨害兵器についてはロシア軍の対応が図られており、命中精度が下がりすぎて使い物にならなくなったものも出てきています。例えば、自走砲から打ち出すエクスカリバーは命中精度が全く使い物にならないレベルまで下がったことにより、現在では活躍がほとんど見られなくなってしまいました。その他、ハイマースから打ち出す小口径爆弾についても、こちらもまた GPS 誘導能力を妨害されて、回収を余儀なくされています。現在のところATACMSミサイルについては迎撃による撃墜についても少ないですし、命中精度もまだまだあるのですが、時間が経てば経つほどロシア軍がこれに対応してくる可能性があり、政治的な決断の遅れが良い機会を逃してしまう可能性があるわけです。スウェーデンのような本気の支援というものをぜひとも見習ってほしいものです。もちろんこの点に関しては日本も支援を行ってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして情報の更新に役立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。